知り合いになる皆様こんにちは、のひょうです。今回はデンマーク発の木製腕時計ブランド、ベアホイさんの腕時計を紹介していきます。自分は腕時計についてそこまで詳しくないんですが、素人ながらこんなおしゃれな腕時計あるんだって感心した一本だったので、腕時計初心者の方も最後まで見ていただけると嬉しいです。ベアホイさんは木製腕時計を販売しているブランドなだけあって、老舗和菓子店みたいな高級感のある竹の化粧箱で届いたんですが、箱を開けると北欧デザインの腕時計が入っています。今回僕が選んだのはブラック&ゴールドというモデルです。お値段は税込み29,000円となっています。ベアホイさんの木製腕時計は公式オンラインストアで購入することができて、その中でも一番人気のモデルがこのブラック&ゴールドとなっています。オンラインストアでクーポンコード DAFI を15と入力すると 15% オフの 24,650 円で購入できるので、動画を見て興味を持ってくれた方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。現在はストラップの組み合わせも含めて20種類以上の腕時計がラインナップされていて、クーポンはブラック&ゴールド以外でも全ての腕時計でお使いいただけます。どれも2万円は超えてくるので即決できるような買い物ではないんですが、ストアで商品のラインナップを眺めてみるだけでも楽しめると思います。文字盤の直径は 40mm、本体の厚さは 7.5mm で、一般的なメンズの腕時計というサイズ感です。全く同じデザインで直径 34mm、厚さ 7.25mm のレディース向けサイズもラインナップされていたので、恋人とペアウォッチにすることもできます。恋人にプレゼントを渡すタイミングは帰り際や食事のタイミングに渡すと心理学的に相手の印象に残りやすいそうです。ちなみに僕は恋人がいないので、サイズ違いで2つ購入したら両手首につける。次に文字盤のデザインについてズームアップしながら見ていきます。メインとなっているブラックの文字盤には 316L ガンメタルが採用されています。レコードの表面のような細かい傷をつける加工が施されているので、光の当たり加減によってグレーの色味に変わります。全方向イケメンですよね。文字盤には1時から12時までの時刻の表記と分単位のメモリがあるので、パッと見で時間を読み取れるのもいいところだと思います。こういう低価格の腕時計だとメモリがプリントされていることが多いんですけど、ベアホイさんの腕時計はしっかりレーザー刻印がされています。レーザー刻印の凹凸感とお皿みたいにくぼんだ文字盤の世界観がマッチしているので、正面で見ても横から見ても下から見てもいい文字盤です。ただメモリと文字盤がマッチしているがゆえに、暗いところではちょっと時間が読み取りづらく感じました。地震と粉塵、それからベアホイのロゴはメッキのゴールドになっています。針のデザインが直線的でシンプルなので、金ピカの針でも変にギラギラしすぎなくてさりげない上質感を感じます。それから文字盤の周りにはこれもさりげない感じで桜の木が使われています。ベアホイさんのラインナップでザ・ローズやザ・メープルという木が文字盤の前面に使われたモデルも展開されていて、そっちはカジュアル路線のファッション腕時計という印象だったんですけど、このブラック&ゴールドはフォーマルとカジュアルの対比が8対2くらいの印象があります。なのでファッション腕時計としてどんな服装にも合わせやすい上に、かしこまった場面でも使っていけるようなデザインだと思いました。木目や木の色味は同じ桜でも個体によって一つ一つ違うので、天然材ならではの風合いも楽しめます。ガラスはサファイアコーティングを施したミネラルクリスタルガラスが採用されています。高い視認性を確保して指紋の付着防止や汚れの拭き取りやすさも実現しているそうです。内蔵されているムーブメントはミオタの GL24 クォーツが採用されています。日本製のムーブメントなので安心して使っていけると思います。ケースの裏面には桜のイラストが描かれていて、北欧テイストの中にワンポイントで和を感じるデザインでした。ストラップはイタリア製の本革ストラップが付属していました。レザーのカラーはブラックで、バックルカラーはゴールドです。本物の革である証として、裏にはジェヌインレザーの表記がありました。日本でいう品質表示タグみたいな役割があるそうです。新品でも結構柔らかい革だったので、付け始めでもすぐに馴染んでくれました。ベルトは8段階で調整できます。クイックレバーという中にバネ棒が入った機構が採用されているので、取り外しも簡単でした。同じ 40mm の幅でクイックレバーが採用されているストラップなら他のものでも付け替えることができるので、その日の服装とか季節に合わせて着せ替えできます。文字盤のデザインもそうなんですけど、この黒いベルトは個人的に冬っぽい印象があるので、セーターとかダウンと相性良さそうな印象があります。最後にこの腕時計の特に良かったところ、それからちょっと気になったところをまとめていきます。まず個人的に一番良かったのは文字盤のデザイン、質感です。全体的にはシンプルなんですけど、メモリが刻印されていたり桜の木があしらわれていたりして、
細かい作り込みで独自の世界観を出しているのがいいと思いました。この腕時計が届くまではトレードマークの桜の木が周りにしか使われていないから若干物足りなさを感じちゃうんじゃないかなとも思ってたんですけど、実際は全然そんなことなくて文字盤とのマッチングが素晴らしいなと感じました。あとは革のベルトが柔らかくて腕に巻いてて気持ちいいのも個人的に良かったです。僕は腕時計2ではないので他のブランドと比較してどうだみたいなことは下手に言えないんですけど、この質感はいいなと思いました。サファイアコーティングのミネラルクリスタルガラスや安心の日本製ムーブメントもいいと思ったんですが、この辺はもっと使い込んでから恩恵を感じてくるのかなという感じです。逆に気になったところもあったので紹介していきます。自分は今まで秒針ありのアナログ時計に体をなじませてきた人間で、個人的には秒針がないのが物足りなく感じてしまいました。ただこの文字盤に秒針がついてたらまた印象が変わっちゃってたと思うので、デザイン的には秒針なしが正解なのかなとも思います。秒単位で時間を把握したいシーンにはあまり向かないというのが正直な感想です。あとはメモリも黒いので時間の読み取りには慣れが必要だと思いました。という感じで個人的にはこのブラック&ゴールド、特に腕時計初心者の学生さんにおすすめしたいです。高校生や大学生でおしゃれな腕時計欲しいなと考えている方はぜひ候補に入れてみてください。概要欄にオンラインストアやクーポンコードの使い方をまとめているので、よかったらそっちもチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。